皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちは日本一周を終えて静岡県へ移住した寺田夫婦です。今回は2年前私たちが日本一周をしていた時の動画をお届けいたします。ずっと温めていたんですが、今回そちらを懐かしくお届けしたいと思います。琵琶湖の周囲にある道の駅を9カ所巡ってきましたので、そちらをご紹介いたします。2年前の動画ですので変わっている部分もあると思いますが、どんな感じの道の駅かぜひ参考にされてください。それではどうぞ。大緑ってのもあるんだよね。こういうのキャンプとかで焼いたら絶対いい。地鶏もこんないっぱい入ってる。キャンプで焼きたいなっていう商品が多いけどねえ、まだ1個目なんだけどすげえいいところだ。には琵琶湖をくっつけられるスペースがあります。説明の仕方癖ありすぎ。今ここ情報とかが結構載ってるような資料館があります。道の駅の真横には広場もあってのスペースもあります。いただきます。いただきます。大吉商店さんの近江牛焼肉重です。いただきます。そこ近江牛食べれるとは思ってなかったから嬉しい道の駅です。いただいちゃって。一口で。うわ、柔らかい。しっかり脂身もあってジューシーなんだけど、その脂の具合がちょうどいいんだよ。だから脂っこすぎないっていうか、これだったらこんなにたくさんお肉入っててもたくさん食べられるようなお肉です。さすがに一人一つは贅沢すぎだからね。それでも1500円くらいならいいのかな。安くで食べれるの方なのかな。それもわからないんだけど。うまい。味付けも最高です。ではでは、いただきます。ほんとだ。しっかり肉って感じがする。食べてる食感。とろけるとかじゃなくて、しっかり肉っていうのが伝わってくる。割と肉々しい感じのお肉なんだなっていうのもわかるね。でも、このしっかり分厚いから脂身もしっかり入ってて、あとは油がこうじわーって溶ける感じ。このタレがうまいな。焼肉丼最高。ご飯と一緒に。別にレストランじゃなくてもこれ食べるっていうのでも十分いいと思います。これめっちゃうまい。美味しい。嬉しそう。こんな至福な瞬間があっていいの？これさ、今までで一番でかくない？こういう系の団子で。みたらしが倒れそう。かなりでかい。顔の長さぐらいあるよ。スーパーとかで売ってる3本入りのやつが1本になりましたぐらいのボリュームになるのかな。そうかもね。それだとしたら全然余裕で食べれちゃうな。いただきまーす。うまい。食べ応えが口いっぱいに含めそうだね。幸せ。そしてね、大きいからって言ってパサパサとかもしてないの。しっかりもちもちしてて、もうみっちり。みたらしも全然甘すぎなくて食べれるよ、全然これ。ペロリと。これのいいところはきな粉までついているので途中で味変できるというところがいいところかなと思います。3つだから、はい。1個ずつと半分。ああ、そういうことね。うわ、一口でいっちゃった。お、珍しい、いい食べっぷりよ。ね、うまいよね。口いっぱいに入ってる。餅が美味しい。もちもち。甘さもちょうどいいな。
きな粉までつけるタイミングがわかんないな。一人で食べる人はいいかもね。一人で食べたら、もうちょい食べたいなってなっちゃうかも。なる。こっちの方にもきな粉ついてるからね。まあ、一応かけますけど。あんまりみたらしにきな粉かけるのってないよね。ないね。毎回重いな。味変になる、本当にこれ。きな粉の香りがいい。レストランもありですけど、僕らみたいに買うのもありじゃないかなと思います。いや、すごい充実してた。デザートもあるし、もちろん買って家で焼くとかいうのもありだけど。いろんな道の駅行ってる自分たちからしたら、かなり品揃えのいい道の駅だったなと思いました。トイレの方なんですけど、数がたくさんあって綺麗でした。手洗いも石鹸もついてて、水も出るって一体型になってるやつ。新しいやつで、すごく使いやすいトイレでした。2箇所あって、トイレが近くにもう1箇所あって、そこは古めだったんですけど、もう1箇所の方はすごく新しくなっていましたので、トイレも気持ちよく使えるんではないかなと思います。ここもお米が売ってるね。量り売りとかも見たことないよね、道の駅で。滋賀県に入ってからね、量り売りが多いね。A4 ランク以上だって、近江牛。滋賀県といえば鳥田くん。ひこにゃんも有名だけど、これ可愛いと思って。大人のお土産としてねえ、付箋とかさ、可愛い。いいなぁ、ちょっと欲しい。残念ながら今、付箋に書くという作業が全くないの。ここにも売ってた。値段は一緒だ。ここも品揃えはいっぱいだと思う。すごくいっぱいある。なんか珍しいのが多い。こんなのもあるのか。ステーキも食べられる。わあ、すごいね、ここ。普通の飲食店ばりのメニューだ。肉の日に10%オフ。今日は肉の日じゃない。滋賀県初なんだって、これ。2024年8月の世界大会に出場決定してるらしい。すごい。これを買いましょう。いただきます。思ったよりシュワシュワしてる。こうしてるからかな。これすごいよ。酸っぱい。えで、お米だ。下に来るよ。おお健康食って感じがする。すごいよね。めっちゃ酸っぱい。想像できない、この見た目からじゃ。なんか梅干しああ、の酸っぱさと言っても過言ではないぐらい。飲むヨーグルトぐらいをイメージして飲んだら全然すごい、この量で一人でやっとだと思う、食べられるの。うわ、面白いですこれ。すごい、お米でこんな。確かにお腹ピカピカなりそうやもん。超シュワシュワした。シュワシュワで超酸っぱいって感じ。この道の駅はすぐ輪西インターチェンジの降り口にもあって、コンビニもあるんですけど、道の駅っていうよりかはちょっとパーキングエリアみたいな感じの道の駅でした。小野の妹子さんです。遣隋使で有名な、なんかゆるいね、小野の妹子さん。こんなゆるい人だったら、いいね。ゆるキャラやね。このシンボルマークなんだけど、水引を使ってるのには理由があるそうで、小野の妹子が無事に遣隋使の任務を終えて持ち帰った贈り物に平安無事を祈って紅白の麻紐が結ばれてたからということで、その原型となっているということでした。だからシンボルとして水引のマークになっているそうです。こちらにはローソンもあります。ローソンローソン。ローソンローソン。ここがインターチェンジになってて、ワニインターチェンジ。琵琶湖周辺に位置はしてるけど、ここから琵琶湖は見えません。見えないね。交通の便はとてもいい場所や。うん。
こちらのトイレは室内と外にあったんですけど、こちらも新しくて綺麗なトイレでした。美味しそうだな。わし食べたいな。美味しそうというより綺麗ですね。この作品はすべてお菓子でできています。美味しそうには見えない。綺麗だ。すげえな。羽一枚一枚もやしさ、もみじとかも全部やと思ったらすごいんだけど。道の駅の中に農林水産大臣賞とかすごいね、昔の作品があります。健康的なご飯が食べられる。ここはレストランがもう一個あります。こっちは炭火焼きのハンバーグとデザートとかも超美味しそう。結構豪華だね。しっかり豪華なメニューだけど、道の駅にしちゃ本格的だよね。道の駅はサバ寿司も種類豊富ということです。かなりないね、もう。だいぶ売れちゃってるね。炭火焼きとかもある。炭火焼きの美味しそうだよ。作ってるお店が違うのが並べられてるってことです。そうみたいではある。でも中身がどう違うかまでは分かんない。寿司屋さんの名前が書いてある。売り切れてるものが多かったので、こちらのちょっと小さめのものを買って食べてみたいと思います。上瀬山小屋さんです。道の駅にもローソンがございます。そしてこのいいところは沼にいろんなスーパーがあるから、ドラッグストア、コスモスにスーパーにすき家にマック、飲食店も結構充実しているような感じです。そうだね。だいぶ街中になってきましたね。道の駅の裏の方は広場がありますが、琵琶湖は見えません。ここに来る最中は見えてたけど、ここでは見えません。あまりサバ寿司に醤油とは食べたことないんですけれども、滋賀県もサバ寿司が有名ということで食べてみようと思い買いました。身が分厚い。どや、ご飯も分厚い。食べ応えがすごい。とりあえずサバだけ食べてみる。いただきます。身が分厚い。食べ応えがすごい。こんなに分厚いなんて。やっぱサバ寿司といえば臭みを意識しそうと思うんですけど、どうでしょうか。そもそもサバ寿司好きっていうのもあるんだけど、お塩辛く味付けられてて、この酢飯と相性バッチリです。一番やっぱ食べ応えがすごい。かなり分厚い。身が引き締まってて美味しいよ。サバって感じがする。いろんな種類があったけど、どこのサバ寿司が美味しいかまではちょっとまだわからないけど、いろんな種類がありました。さすがですね。こちらのトイレは女子は洋式トイレがいっぱいありました。男性の方も便器がたくさんあって綺麗に管理されてました。聞いてない。ここ道の駅という風には書いてあるんですけど、入り口のところには今のところ道の駅っていう看板なくて、 Google マップで道の駅って調べたら出てきた場所です。今はグランピング施設みたいな感じになっているそうなんですが、一応立ち寄ってはみました。ここじゃなくて道の駅エリアっていう場所があるらしくて、今いるところがここだから宿泊エリアになるのね。ここはセンターハウスだから中で多分受付をするところがって感じあるので、その先はもう宿泊される方専用になってます。だからこっち側にちょっと移動してみたいと思います。はい、行ってみますね。道の駅っていう看板はやっぱないよね、全く。ないね、違う名前になってるよね。でスタンプだけ置いてあるかもしれない。謎だね。ってこと
だよね。駐車場はすごい広すぎるぐらい広いけど。一応トイレがございますので、そこだけ見てみます。トイレはトイレでしたけど、公園っぽい感じかな。女性は洋式で掃除はされてたかな。男性も洋式トイレはありましたけど、ここは道の駅ではなくてグランピング施設だと思いもうます。道の駅ってそもそも看板がないから、うん道の駅ではなかったという調査結果でした。右です。ウォーミングあり。米粉の焼きたてパンいいな。美味しいだろうね、米粉だから。いっぱいメニューあるよ。うわ、ほんとや。いっぱいある。そばとかが多いね。うなぎとかもあるね。絶景レストランって書いてるよ。ねえ、琵琶湖が見える。これ食べたい。終了しましたって書いてある。これ買いに来たの。これ食べに来たんだけど。終了しましたじゃん。ええー。この道の駅のお米がたくさん置いてあります。うん。ねだったら両方食べられる。え、この両方食べれるのがよかったな。一応店員さんに聞いたところ、そのお米のソフトクリームなんだけど、なかなか溶けなくて、しっかりとお米の味わいのするソフトクリームだったそうで、県外から来ていただいたのにすみませんって。やだ、やだ、やだ。今日と明日はちょうどお休みだったみたいなので、月火お休みだそうです。空いてる時もたまにあるらしいです。米のソフト今まで食べたことなかったし、ここでしか食べられないって書いてたから、食べたかったので、滋賀にいる間にこれそうだったらリベンジしたいと思います。ここトイレがまだ工事中で、仮設トイレしかないので、ご注意ください。諦めましょう。ということで、次の道の駅に向かいます。ここはお蕎麦屋さんが充実しています。ああいうのついてる。みな寿司もあるんだ。うん。で、そこにね、乗ってるよ。もう2個しか残ってないけど。お米の量り売りはありました。でね、うちらの1000枚しか使えないじゃん、洗えないから。うんで、探してたの、しれっと。そしたらそこには2000枚があった。あら、 2合分しかないけどね。 2合で500円。 2000枚。こんなのもあります。アウトドアキャンプ用、確かにいい。なるほどね。道の駅の裏側には立派な丸小舟というものが置いてあります。ちっちゃなパン屋さんとソフトクリームとかも売ってるらしいけど、トイレはね、綺麗に掃除されてました。洋式トイレだった女子は。数は少ないけどね、綺麗だったね。こちらの道の駅周辺は田んぼ道ではあるんですけど、すぐ目の前にドラッグストアとローソンが近くにあります。小さめの道の駅ではあるかなという感じです。ニューキャラクターだって、ニューフェイスって書いてる。ビバケン。形に合わせて。かわいいよね。ね、ビバケンかわいい。ファイルもかわいい。こんなのも。
滋賀県民ならもっとかな。ゲジナンゲジナンってどういう意味なんだろう。ここはお野菜がいっぱいあるからありがたい。つなぐる東京お買い上げ商品。今日は休みなんですけど、お蕎麦が食べられるお店があります。あとはここは琵琶湖が一望できる道の駅になってます。今日はちょっと天気が曇りっぽいんですけど、すぐ目の前に琵琶湖があります。道の駅の裏側にはふれあい広場といって、グランドゴルフができる場所やテニスコートがどこにあるかがちょっと見えない。見えないけどあるそうです。これは琵琶湖です。池です。トイレなんですけど結構古くて和式トイレしかありませんでした。ただなんか仮設トイレが今でき始めてるので、もしかしたらこれから工事に入る可能性があるんじゃないかなと思います。この道の駅は横にドッグランもありまして、ペット連れワンちゃんにすごく優しい道の駅だなと思いました。美味しそうなピザだ。ねえ、ワンちゃんピザもある。本当だ。すごいね。ワンちゃんも喜ぶやろ。うまそう。いい匂い。食べるのもありですね。食べてみたかったクレープがこちらです。これがも滋賀県産小麦だって。結構道路沿いに小麦がいっぱいになってるのを見ますけど、道の駅の中にクレープが食べられるお店があります。ここには醤油も売ってる。今まで見てきた道の駅で醤油売ってるのはここだけだ。近江の醤油です。ここは。ぶどうもあります。和食もある。モーニングもある。400円からある。あと用途。すごい種類豊富だな。ねえ、美味しそう。もう用もこっちもある。これ自転車で回ってる人にもかなりいいスポットだね。わざわざ寄らなきゃいけないかもしれない。電車の通り沿いにあったら最高やけどね。それは残念だね。いただきます。美味しそうだ。美味しそう。うん。お。熱々。すごいトマトがフレッシュで美味しい。うん。みずみずしい。締めの生地で耳はサクサクっていう感じで。うん。トマトのやつ美味しい。こちらがトイレですが、最新とまでは言わないけど、めちゃくちゃ綺麗だったので、はい。こちらのトイレもめちゃくちゃ綺麗でした。数はちょっと少なめです。具がいっぱい乗りすぎて生地をなかなか味わえないんだけど、柔らかめの優しい感じのちょっともちっともっちもちじゃないけど優しい生地です。この道の駅もちゃんとこれはある。赤こんにゃくは絶対あるね。道の駅ゲットしてるけど、かなり品揃えが。小さい中にお菓子も野菜もパンも充実してる。パンを買います。いただきます。あ、コーラだ。そう。サイダーじゃない。水色のコーラです。今の着色料とかで使ってるのかな。着色料で使ってる。まあそりゃそうだよ。
当だ、コーラだ。すごい。昔ながらのコーラに。瓶のコーラの味だね。美味しいです。ちょっと大きめです。こちらもちょっと大きめです。色が結構すごい。これは味付きだから結構しっかり匂いがしたけど、どう？ほんのり味がするぐらいで、食感は？これこんにゃくみたいに固めではなくて食べやすい柔らかさ、弾力はそれほどないかなと思いますけど、優しい味わいでこれだけ食べてもすごい美味しいっていう。こんにゃく好きな人はもう大好きだと思う。これうまい。こちらの道の駅ですが、割とトイレは古めな方かなと思いますが、ウォシュレットはついてなかったですけど、綺麗に掃除はされていました。こちらの道の駅からは残念ながら割と琵琶湖には近いんですけども、見えないですね。見えないね。駐車場もちょっと小さめな道の駅でした。建物の後ろにはアウトドアショッププラスレストランみたいなのもあって、別の施設にはなるみたいですけど、おしゃれなお店もありまして、立地的にもいいところかなと思います。ここまでご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。だいぶ懐かしい感じでしたね。はい、いかがだったでしょうか。私たちも懐かしい気持ちで編集しつつ見ました。改めて思ったことがあって、琵琶湖の周辺ってすごく道の駅がたくさんあるっていうことを思いました。本当ですね。この一周の周りにどんだけあるんやっていうくらいありますね。正直動画外でも道の駅何か所か立ち寄っていたので、本当にどの場所も充実していたし、食料たくさんあるし、とても楽しい道の駅がたくさんあったと思います。もし次滋賀県に行く際は琵琶湖でのキャンプをしたいなってこの当時も言っていたので、次は琵琶湖キャンプの時に道の駅で食材買ってなんていうのを考えておりました。りょうくんはサラダパンがとっても好きなので、また食べに行きたいですね。行きたいですね。道の駅もまた変わっていると思いますので、その辺も楽しみつつ行けたらいいなと思ってます。滋賀県の動画はこれ以外にも琵琶湖の周りを自転車で一周、琵琶市をした動画とか、忍者村に行って忍者を体験した動画とか、たくさん笑える動画も配信していますので、ぜひそちらの方も興味のある方はご覧になってください。そうでござるね。ござるね。ということで今回の動画はここまでです。私たちの動画がいいなと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さようなら。